けれども、まず最初にですね、福島原発事故というものがどういう被害をもたらしたのか、そして、福島原発事故がどういう原因で起きたのか、その話を最初にちょっとさせていただいて、その後にですね、原発訴訟の歴史、その 3.11 以前の原発訴訟の歴史、そしてその後どういう展開になってきているのか、原発再稼働をめぐる現状などにも触れながらお話をしてみたいというふうに思っています。まずですね、福島原発事故の被害ということで、浪江町の請戸の浜で起きた出来事、実は今日午前中映画を見てくださった方々がかなりおられると思いますので、この話、少し簡単におさらいのような形でお話しさせていただきたいと思っています。1992年に伊方原発の最高裁判決というものが出ます。これは、伊方の農民の人たちがやった訴訟なんですけれども、残念ながら原告敗訴判決でした。しかし、この判決はですね、2ついい点があると思います。一つは、原発の安全審査というものは万が一にも原発事故を起こしてはいけないという、そういう、前提で行っているものだという、万が一にも事故は起こしてはいけないということが書いてある。もう一つはですね、その行政処分が違法かどうかということを判断するための科学的な知識、科学的な知見というのは、行政処分が行われた昔の基準ではなくて、今現在の基準でなければいけない、こういうことを言ってるんです。これに基づいて現実に原告が勝訴した判決がこの福島原発事故の前に2つありました。次に浜岡原発訴訟の話、今日学生さんの皆さんからこの話はちゃんとするようにというふうに言われてるんですけども、浜岡原発訴訟はですね、僕がやった訴訟の中で、最も勝ちたかったし、負けて悔しかった、事件です。なぜならばここでですね、まさしくその原発が地震に耐えられるかどうかということが大きな争点になっていてですね、しかも我々にはその石橋勝彦先生とか田中光彦さんとか、その後国会事故調の委員までやられたような、素晴らしい専門家の方々がついてくださって、応援してくれた。それにもかかわらず勝てなかった、事件です。この裁判の争点は、原発は地震の時にちゃんと停止ができるのか、ブレーキがかかるのか、配管や機器は健全性が保てるのか、地震による共通原因故障に耐えられるのか、非常用電源は起動できるのか、まさしくその福島の事故が起きて、そこで問題となったことそのものがこの裁判のテーマだったということが言えます。ところがですね、地震を共通原因とする同時故障が起きるかということを、僕らは言っていたわけですけれども、大規模な地震の時にはですね、想定を超えるようなことが十分起こりうるし、地震を原因にして故障が起きるんだから同時に起きることもあるんじゃないか、ある意味当たり前のことを僕たちは言っていたというふうに思うんですが、判決はこういうふうに言っています。耐震設計審査指針等の基準を満たしていれば、安全上重要な設備が同時に故障することはおよそ考えられない。原告らが主張するように配管が2本同時に破断したり、停電時に非常用ディーゼル発電機が2台同時に起動に失敗すると、そういうことは想定する必要がないって言ったんです。これが現実に起きたことです。なぜ僕がこの裁判で負けたことが悔しいかということが、皆さんも分かっていただけるかと思います。もう一つですね、この裁判では、想定東海地震、これはマグニチュード 8.5 程度の地震を想定してたんですけれども、さらに大きなスマトラ島で起きたマグニチュード 9.5、9.5 までいかなくてもマグニチュード9クラスの地震が起きうるんじゃないかということを言っていました。これに対してですね、裁判所はこう言ってます。想定東海地震を超える、8.5 を超える、地震動が発生するリスクは依然として存在する。存在しないと言ってない、存在するって言ってるんですよ。しかし、このような抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮することは避けなければならない。叫び声が上がりましたけど、もうひどいでしょ。
これが裁判所の本質ですよ。2007年10月26日我々が負けた裁判のですね、日にその判決を聞くために、証人になってくださった神戸大学、まさにここは神戸ですが、神戸大学の石橋勝彦先生が来てくださいました。で、石橋先生がおっしゃった言葉、今も僕は忘れられませんが、読んでみます。この判決が間違っていることは自然が証明するだろうが、その時私たちは大変な目に遭っている恐れが強いというふうに言われたんですね。本当に預言者のように、当たってしまったということです。この訴訟で本当に勝つことができていればですね、福島の事故が避けられた可能性があると私は真剣に思います。そのことが本当に残念ですし、ある意味福島の人たちに申し訳ないなというふうに思っています。そして我々弁護士ですけれども、裁判官も含めてですね、このことを深刻に反省しなければいけないんじゃないかというふうに考えてきました。それを受けてですね、出された判決ちょっと読んでみます。人の生命を基礎とする人格権は我が国の法制下でこれを超える価値を見出すことはできない。原発の稼働は経済活動の自由で人格権よりは劣位だと言ってるんですね。そして大きな自然災害や戦争以外でこの権利が極めて広範に奪われるというのは原発事故以外には想定しがたいと。福島原発事故のような、事態、これを招くような具体的危険性が万が一でもあれば、これが先ほど言った伊方の判決から引用されてきているものですね。これが差し止めが認められるのは当然であるというふうに言ってくれたわけです。この右下に映っているのが樋口裁判長です。とっても厳しい、顔をされている方で、裁判所の訴訟式も怖かったですけれども、こんな優しい素晴らしい判決を出してくださったということです。でこの判決の中にこういうくだりがあるんですね。原発の技術の危険性の本質と被害の大きさは福島事故を通じて十分に明らかになった。本件訴訟において原発においてかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後においてこの判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい。この裁判はですね、この判決文を裁判長が読み上げてくれたんですね。そういうことも珍しいことなんですけれども、僕は法廷で、原告代理人席に座ってですね、この判決を聞いた時にもう涙が出てくるのが止まらなかったです。要するに僕自身が弁護士になって、最も欲しかった判決ですね、そういうものが現実になった瞬間だったというふうに思います。高浜の仮処分決定の話をします。仮処分というとですね、皆さん仮の処分でしょと思われるかもしれませんが、本訴の場合はですね、仮に勝っても最高裁で確定されるまでは原発を動かすことができるんです。しかし仮処分の場合は一旦仮処分決定が出たらですね、これが取り消されるまでは、ずっと原発は止まったままになるということです。福井地裁の大井判決を大幅にバージョンアップしたというこういうふうに書きましたが、原子力規制委員会の判断が出てたわけですね。高浜の場合は原子力規制委員会のよって立っている基準そのものが不合理であるということをはっきりこの判決は言っています。そして4つの点において規制基準が不合理だと言っていて、その1番目は先ほど言いました基準受信道の策定、これが、抜本的に見直さなければいけない、基準受信度を大幅に引き上げる必要があるというふうに言っています。で一つ負けてしまった事件も、ご紹介する必要があると思います。鹿児島地裁の川内原発の決定です。これも4月だったんですけれども、却下決定が出てしまいました。しかしですね、この却下決定も非常に変なことを言っていてですね、その規制基準が守られていれば重大な事故の確率は10万年に一度以下なんだというようなことを決定を言ってるんですけれども、こういうことは規制委員会ですら言っていません。何か誤解をしてるんだと思います。もう一つですね、非常に不思議なことを言っていて、これは結論の部分
結論で我々の主張を却下した後に言ってることなんですが、地震や火山活動等の自然現象は十分解明されているものではない、その規制委員会の判断が実態と乖離しているかもしれないというふうに言ってるんですね。したがって債権者ら、私たち側ですが主張するように、さらに厳しい基準で原子炉施設の安全性を審査すべきであるという考え方も成り立ち得ないものではない。成り立ち得ないものではないと分かりにくいけど、成り立つって言ってるわけです。でしたがって今後原子炉施設についてさらに厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成された場合にはですね、それに従ってやればいいでしょうと。これ無責任だと思いませんか。この後事故が起きてもですね、私は結論の部分でもっと厳しく市民の皆さんが考えるならやり直してもらって結構だと書きましたよっていう、逃げを打ってるわけですね。これが決定の結論に書いてあるんですよ。百科理由を書いた後にこんなことが書いてあるんです。さらに地震動においてですね、平均増からの乖離は考慮した方がいいと、もっと安全余裕を考えてですね、厳格にやってくださいと。しかし、なんて言うんでしょうかね、原発を止めるなんて判決を書いたら自分の裁判官人生はこれから真っ暗闇になるから、もうその却下決定だけは書くのが諦めてくださいと、こういう感じじゃないかと思います。でもう一つですね、火砕流噴火の余地が可能かどうかということが大きな争点だったんですが、これもですね、九州電力が火砕流噴火を5年前に予知してですね、使用済み燃料を全部運び出すんだというふうに言ってたんですけれども、それを予知は困難だって言ってるんですよ。予知は困難かどうかが争点で、困難だって言ってるんだから、これ僕らの勝ちなんですよ。ところがそうならなかった。それはどういう論理か僕には何度この決定読んでも分かりませんけれども、簡単に言うとですね、政府の側は予知が外れることも覚悟の上で果敢に予知するというふうに言っているし、これから火山学も超速の進歩を遂げるだろうからなんとかなるんじゃないかと、こういう理屈です。そうとしか読めないんです。そういうもうひどい決定が出ているということです。実はですね、つい今週この決定の